チャンネルをご覧いただきありがとうございます。日本の普通の主婦です。この動画では10月13日までやっていた大阪・関西万博に行ってきた様子を優しい日本語で紹介します。この動画を最後まで見るといろいろな大切な日本語を学ぶことができますよ。それでは始めましょう。私は10月9日と10日の2日間、大阪・関西万博に行ってきました。もともと家族3人で行こうと思っていたのですが、主人が万博に行く1週間前に虫垂炎という病気になり、行けなくなりました。この病気は盲腸という名前でも知られています。お腹がとても痛くなる病気です。ホテルも万博のチケットもすでにお金を払ってしまっていたし、家族みんなで旅行したかったので、とても残念でした。なので、息子と私の2人で行ってきました。実はこの主人の病気に始まって、万博1日目はいろいろなトラブルがありました。それについてもこの後話しますね。さて、午前10時頃に万博の近くの夢洲駅に着きました。この日も来場者数、お客さんの数が20万人を超えていたので、万博の近くの駅からすごく混んでいました。この時一番不安になったのがトイレのことです。実は私、この日はお腹の調子が悪くて、お腹が痛かったのです。それなのに、どこのトイレにも長い列ができていたので、とても不安でした。それでもなんとか入場ゲートに並んで、だいたい45分ぐらい待って、やっと中に入ることができました。無事に入れた時は本当に嬉しかったです。まずはトイレを済ませて、それからずっと息子が楽しみにしていたドイツのパビリオンに行きました。ところが、ドイツのパビリオンでは入場制限があって、列に並ぶことができませんでした。人が多すぎて列に並べませんでした。ですが、しばらく待っていると、制限がなくなって並ぶことができました。初めてのパビリオンにワクワクしながら約30分並びました。やっと入れると思った時にスタッフに何名様ですか？何人ですか？と聞かれました。パビリオンに入るのに人数を聞かれるのはおかしいと思って列の先を見てみると、なんと私たちが並んでいたのはドイツのパビリオンの列ではなく、ドイツのレストランの列だったのです。
私も息子もショックで呆然としてしまいました。ショックで何も考えられずにぼーっとしてしまいました。ですが、せっかくこの場所にいるので、レストランに入ってみることにしました。お腹は空いていませんでしたし、私はお腹が痛かったので何も食べられなかったのですが、息子にソーセージのセットとコーラを注文しました。それでお会計、払ったお金が3150円。高い。日本だと3150円あればラーメン2杯か3杯ぐらい食べられます。でもいつもの生活ではあまり食べられないドイツの味を楽しめてよかったです。日本で食べるソーセージと少し違って肉がしっかりしていました。レストランを出て今度こそはとドイツのパビリオンに並ぼうと思った時にまた問題が起きました。列に並ぼうと思って歩いている時に後ろを振り返ると私についてきていると思っていた息子がいなかったんです。万博は本当に人が多いので、ここではぐれる、一緒にいた人と離れてしまうと、もう相手を見つけるのは難しいです。でも、息子はスマートウォッチを持っているので、それに電話すれば大丈夫と思って電話したのですが、なんと人が多すぎて電話がつながりませんでした。すぐに近くにいた警備員さんに今起きていることを話して息子を一緒に探してもらうと、あそこにいる子じゃないですかと指をさされた先に息子を見つけました。本当に安心しました。警備員さん、本当にありがとうございました。そして2人でドイツのパビリオンに並び、1時間くらいしてやっと中に入ることができました。かわいいサーキュラーちゃんという人形を持ってパビリオンを歩きます。気になるところにサーキュラーちゃんをかざすと、近くに持っていくと、サーキュラーちゃんがそれについていろいろと話してくれます。サーキュラーちゃんの話で地球に優しいドイツについてよく知ることができました。ドイツのパビリオンはサーキュラーちゃんの他にもゲームがあったり、自分だけのデザインのサーキュラーちゃんを作ってスクリーンに映したりできて、子供が楽しめるところがたくさんありました。最後にサーキュラーちゃんとお別れするのが寂しかったです。次にお腹が少し空いたので何か食べることにしました。万博に来る前にマレーシアのロティチャナイが食べたいなとか、オーストラリアのラミントンが食べたいなどといろいろと考えていたので、外国の食べ物を探してみました。しかし、息子が食べたかったベルギーワッフルは2時間以上列に並ばないと買えないということでした。他のフードトラックにも長い列ができていたので、
諦めて万博の中のコンビニに行くことにしました。諦めるとは無理だな、できないなと思ってやめることです。万博の中にはセブンイレブンがあったので、そこで食べたいものを買って近くのベンチに座って食べました。ベルギーワッフルが買えなかったので、セブンイレブンのワッフルを買いました。悲しい。いつか本場のベルギーワッフルを食べたいです。本場とは、あるものが一番最初に作られたり、たくさん作られて有名な場所のことです。次に息子が買いたいと言っていたお土産を買いに、お土産屋さんに入ることにしました。お土産屋さんに入るのにも1時間近く並びました。息子はのび猫を集めていて、旅行に行くたびに買っているので、今回はその万博バージョンののびみゃくみゃくを買いたかったのです。やっとお店に入りましたが、探しているものが見つかりません。そこでお店のスタッフに聞くと、それはもう売り切れてしまった、全部売れてしまったとのことでした。売り切れ、またまた残念。しかし、かわいい缶に入ったお菓子と、ガマ口のお財布を買いました。ガマ口というのは、こういうパチンと開ける入れ物のことです。さて、いろいろと悪いことが起きていますが、初めての人はなかなかうまく動けないのが万博のようです。夕方になり、あたりが暗くなってきました。そろそろ花火の時間です。私たちは大屋根リングの上から花火を見るために階段でリングに上がりました。大屋根リングは世界で一番大きい木造、木でできた建築物です。上から見ると円になっていて、全周が約2キロあります。ぐるっと一周が約2キロです。近くで見る花火に息子は大喜び。とても綺麗でした。大屋根リングから降りる時の夜景、夜の景色もとても綺麗でした。その後、噴水ショーやドローンショーも見ることができました。夜になり、閉まっているパビリオンが多くなったので、帰ることにしました。そして、ここからがまた大変でした。帰り道がすごく混んでいたのです。ゲートから駅まで人でいっぱいで、全然前に進みません。息子は足が痛いと泣き出しました。私もたくさんの荷物と進まない列と足を痛がっている息子に何もできないことで泣きたい気持ちでした。やっと駅に着き、電車に乗ってホテルに着いたのが夜の11時。トラブルの多い大変な一日でした。この一日だけだったら、万博はあまり楽しくなかったです。でも、失敗したことを次に生かして、
2日目はとても楽しく過ごせました。動画が長くなってしまったので、2日目のことは次の動画で話しますね。今日も動画を見ていただきありがとうございました。この動画が良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。